これは2025年に撮影された火星の実写画像。そしてこれは同じ場所、同じアングルで撮影されたもの。左の画像は赤い惑星という火星のイメージそのものですが、右の画像はまるで地球のような鮮やかな色彩です。左の画像が本当の火星に思えますが、厳密に言えばそうではありません。今回は 4K の実写画像を見ながら火星の真の姿に迫ります。火星イコール赤い惑星というのは現代人が持つほとんど共通のイメージです。では火星はなぜ赤く見えるのでしょうか。その理由は表面に鉄分が豊富に含まれているからです。火星の岩石は多くの鉄分を持っており、大気中に含まれる酸素と反応して酸化鉄、つまり錆となります。長年にわたって放置された建物の鉄骨が錆びて赤くなるのと同じです。このように地面から砂塵が舞い上がることで空まで赤っぽく染まります。火星は赤いというイメージを定着させている背景には酸化鉄が関係していたのです。ところが火星の実写画像を見ると必ずしも赤く写っているわけではありません。異なる年代に別々の探査機が撮影した火星の全景画像を見比べても驚くほど色が違うのがわかります。探査機バイキングが撮影した画像は一般的なイメージそのままの赤茶色。ハッブル宇宙望遠鏡による画像は少し薄めの茶色。探査機ロゼッタによる画像はバイキングよりさらに濃い赤茶色。アラブの探査機ホープが撮影した火星は北極が分厚い極寒で覆われており、赤より白の方が目立っています。そしてマーズエクスプレスによる画像は半分近くが黒く染まった彫刻のような火星が写っています。これほど色が違っている理由は後ほど解説しますが、火星イコール赤色というのは平均的な印象に過ぎないのです。火星の表面に降り立ってみると、火星の環境がいかに多様性に富んでいるかを実感できます。広大な平原、砂丘、火山、古代の川や湖の痕跡、それぞれが異なる岩石や鉱物からできているため、色彩も様々です。例えば、玄武岩が含まれる平原は、暗い灰色や黒色に近く、酸化鉄が豊富な地域は赤褐色や橙色に、硫酸塩や粘土鉱物がむき出しになっている地域は、薄い黄色や緑がかった灰色になることがあります。火星のコントラストを際立たせているのが、北極と南極にある水や二酸化炭素の氷です。火星は自転軸が約25度傾いているため、地球と同じように四季があります。白い極寒が夏になると蒸発して雲となり、冬になると大きく成長します。地球にはない特徴が全球規模で猛威を振るう大規模な砂嵐です。砂嵐に地表全体が覆われると、空気中に舞う砂塵の量が増えて、地表の色が一時的に暗くなります。逆に風が収まって砂塵が落ち着くと、表面の明るい部分が顔を出し、黄褐色や灰色が目立つようになります。火星が赤いというイメージは、限られた時間と場所の中で捉えているための思い込みに過ぎないのです。火星は天候や地形によって色彩を変えますが、色の見え方を左右する最大の要因は他にあります。宇宙を撮影している探査機のカメラは人間の目と同じ光景を見ているわけではありません。多くの探査機のカメラにはカラー画像を撮影する機能がなく、光の波長に合わせて調整された白黒写真を撮影しています。赤外線や紫外線など光の波長によって特徴は様々です。ミッションの目的に応じて特定の波長に特化したフィルターで天体を撮影しています。例えば赤外線は
ガスや塵とあまり相互作用せず、ガスを透過しやすいため、分厚い星雲の構造を見たいときに使われます。赤外線は人間の目では見えないため、赤外線画像に表示されている色は肉眼で見える色ではありません。人間が識別できる色を割り当てた、いわば疑似カラー画像となります。このように宇宙の実写画像は複数のフィルターで白黒画像を別々に撮影した後に、それらを合成して後から色をつけているのです。NASA のサイトでは火星探査機やローバーが撮影した画像が3種類の加工処理で比較されています。左の画像はカメラから送られてくるデータをほとんど加工していない状態です。表面が暗く、空もくすんだ赤茶色に見えます。地球上のモニターでそのまま見ると暗く感じますが、実際の環境に近い光の条件を反映しています。中央の画像は人間の目で見た場合に近い色に補正したものです。全体的に明るい印象になり、表面の黄褐色や赤褐色が濃く表示されています。右の画像は地球で太陽光が当たった状態で見た時の色に近づけるため、ホワイトバランスを調整したものです。砂の色はより明るく映り、岩石も地球の砂漠のような淡い黄色やベージュに変わります。では、これらのうちどれが本当の火星の色なのでしょうか。その答えは何をもって本当の色とするかによって違ってきます。左の画像は唯一ほとんど手を加えていないものです。ではこれが本当の色と呼ぶにふさわしいのでしょうか。最新のローバーは白黒ではなく、最初からカラー画像を撮影できる機能があります。しかし、これはあくまでローバーのカメラにあるフィルターやセンサーに基づいた色です。ローバーにとっては本当の色でも人間にとっては違います。その意味で言えば、中央の画像は人間の目で見た場合に近い自然色であり、肉眼で見た光景に最も忠実な色です。ただそれは人間の目から見た色に限りなく近くなるように加工処理された人工的な色彩でもあります。最初に紹介したこの画像も人間にとって自然な色になるように調整されたものです。人間の見え方と完全に一致するわけではありません。では右の画像はというと、ホワイトバランスがわかりやすく調整されているため、これも違います。そもそも火星の地表や宇宙空間は光の量も当たり方も全く異なり、地球の撮影環境とは別物です。そのため、人間がスマートフォンやパソコンで火星の画像を見るときは、自然色やホワイトバランスに補正した画像の方が現実に近いと感じることもあります。3つの画像すべてが火星の本当の色であるとも言えるし、同時にいずれも本当の色ではないとも捉えられるのです。専門家も本当の色という言葉を慎重に扱っていると言います。先ほどお見せした火星の全景画像についてのサイトを見ると、ハッブルとロゼッタの画像にトゥルーカラーという言葉が使われていました。ハッブルの画像には人間の目で見た火星の姿を再現していると明記されています。ロゼッタの画像も同じトゥルーカラーと説明されていますが、ハッブルの画像と色味が違うのが興味深いところです。その背景には、撮影に使用したカラーフィルターの構成や画像処理のやり方、さらには撮影の時間や場所など複数の違いが関係しています。マーズエクスプレスの画像は色のコントラストを強調しており、肉眼で見た色を再現したものではありません。ただ、大気中の塵の量が変動するため、火星の正確な色を決めるのは難しいと言われています。画像の色味を左右する条件はいくらでも挙げられるのです。そのため、最近の画像の説明では、自然色や近似深色といった言葉が使われることが多く、あくまで人間の目で見た時の印象に近い色であることが強調されています。重要なのは、ミッションの目的に沿った画像を取得することです。宇宙での撮影は、光の量や当たり方が地球とは全く異なります。
岩石の成分や地表の高低差など、人間の目では識別しにくい場合も少なくありません。そんな時は赤外線や紫外線のデータを可視光の色に割り当てて、色で違いを強調します。これにより地形や鉱物の分布が一目でわかるようになりますが、これは本当の色ではなく、科学的に強調した疑似カラーです。宇宙の画像をただ綺麗に飾り付けるためではなく、科学的に正しく分析するための手法として使われています。これから紹介するのはすべて人間の目で見た自然な色が再現された火星の実写画像です。キュリオシティがクレーターの底を見下ろした光景。手前にある坂を見ると、かなり高低差の激しい地形であることがうかがえます。遠くにかすかに見える山脈のようなものは山ではなくクレーターの縁です。クレーターがいかに広く深いのかが実感できます。これはオポチュニティが撮影した354枚の画像を組み合わせたパノラマ画像。近赤外線、緑、青の波長を中心とする光を透過させるフィルターで撮影されました。これを撮影してから数日後に、オポチュニティはかつてない規模の砂嵐に襲われます。砂嵐が来る前までに全てのフレームを撮影できず、間に合わなかった場所だけが白黒のままになっています。ちなみにこれが同じ画像を疑似カラーで表したものです。地面の質感が浮かび上がり、見やすいように強調されていることがわかります。キュリオシティが2025年に撮影した179枚の画像をつなぎ合わせたパノラマ画像。人間の目で見た光景を再現した画像にしては、空の色が綺麗で赤い塵があまり舞っていません。火星の気まぐれな天候に運よく恵まれた日です。これはオポチュニティが見たクレーターの前景画像。先ほどの画像と比べると空が赤く濁っており、一般的に思い浮かぶ火星の風景にかなり近いように見えます。もしあなたが火星に降り立ったら、これとあまり変わらない光景を見ることができます。とはいえ、言ってしまえば、あくまでも加工によって再現した画像でしかありません。火星の本当の色を体感するのは現地に行くまでのお楽しみです。地球が場所や季節に応じて多様な姿を見せるように、火星の色彩も日々刻々と変わっていきます。一般公開されている火星の画像は科学的な目的に応じて加工されているため、本当の色というのは相対的な概念でしかないのです。そんな不確かさこそが僕たちの好奇心を刺激してやまない理由なのかもしれません。今後のミッションでは、さらに高解像度のカメラや新しい波長域のセンサーが導入され、より多彩な火星の姿が明らかになっていくと思います。赤くきらめく火星の奥には、予想以上に豊かな色彩の世界が広がっているのです。